よくある毛の流れの間違いについて説明していきたいと思います。初心者の方のイラストを見ていると、このような失敗をしている方が結構いらっしゃるんですよね。紙を描くときにはぜひこの部分を意識して描いてほしいと思います。はじめまして。YouTuber フリーアニメーターのヒデと申します。今回は髪の基本を知ろうということでやっていきたいと思います。皆さんの中には髪の毛を描くとき、髪が平面的でぺったりした感じになってしまったり、いろいろな角度で同じ髪型を描くのが難しいと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。実は髪の毛を描くときも土台となる基礎知識が必要で、この部分をきちんと理解していないとうまく描くことは難しいと思います。ということで、キャラクターの髪を描く前に知っておきたい髪に関する3つの基礎知識を学んでいきたいと思います。このチャプターを見ていただければ、髪の毛を描く際の基本となる生え際とブロック分け、髪の毛の流れ、毛束の捉え方と描き方のコツを学ぶことができますので、髪をうまく描けずに悩んでいる人、髪の毛を描くための基礎をしっかりと身につけたい人は、ぜひ最後までお付き合いください。それではやっていきましょう。ということで、まずは生え際と髪のブロック分けについて説明していきたいと思います。髪の毛を描く前に、まずは髪が生えているエリアがどのようになっているのか知っておく必要があると思いますので、まずはその部分から説明していきたいと思います。まず分かりやすいように横顔で説明していきます。横顔を描くときに最初に球体を描いたと思うのですが、この球体の垂直水平のライン、頭の頂点のラインと眉間の部分のラインですね。このちょうど真ん中の部分、ここが髪の生え際の位置、いわゆるおでこのラインとなるというのが一般的な考え方となります。髪の生え際はこの位置から側頭線のところで一度段差を作ってもみあげにつながっているというのが一般的かと思います。次に斜めの顔に生え際を描き込んでいってみましょう。額の広さは補助線を使って横顔と同じになるように合わせます。まずは真ん中の位置を確認したら、そこを目安に左右に髪の生え際を先ほどと同じように描いていきます。側頭線の部分で一度段差がつくような感じですね。男性の場合、額の部分がこんな感じでね、少し角張った感じになっている人もいますが、この辺は描きたいキャラクターのイメージに合わせて変えていっていいところだと思います。次は正面から見た顔に生え際を描き込んでいってみましょう。先ほどと同じように補助線を使って額の高さを揃えてあげます。そして真ん中の部分から側頭線の部分で一度段差がつくように生え際を描いていきます。こんな感じでね、まずは髪の毛がどこから生えているのかというのを意識することが第一歩になってくるかと思います。続いて髪のブロック分けについて説明していきたいと思います。美容師さんが髪を切るときに髪の毛を小分けにして留めることをブロッキングというのですが、このブロッキングされたエリアの一つ一つをブロックと呼ぶんですよね。ブロックには場所によってそれぞれ名前がついているのですが、このブロックがどのように分かれているのか知っておくことで、髪型を捉えやすくなり、絵を描くときに非常に役に立ちますのでご紹介しておきたいと思います。ここでもまずは横顔を使って解説していきます。まずは顔の前面の三角形のエリア。この部分は前髪のブロックでフロントと呼びます。次にこのフロントの後ろの部分、ちょうど耳の真上あたりまでですね。正面から見たとき、髪の横のシルエットを作る部分となります。こちらをサイドと呼びます。そしてその後ろ、後頭部のエリアですね。こちらは髪の後ろ側のシルエットを作るエリアです。こちらがバックと呼びます。そして残ったその下の部分ですね。一般的に襟足と呼ばれる部分。こちらがネープと呼ばれるブロックになります。一般的に髪の毛はこのようにブロック分けされるわけですが、斜めから見た時にどのように見えるのか描いていってみたいと思います。まずは頭を左右に分けるセンターラインを描いておきましょう。前髪の部分、フロントは顔の前面、三角形の形になっています。サイドの部分はフロントの後ろから耳の中央部分まで顔のセンターラインを境に左右それぞれ別々のブロックとして捉えます。その後ろ、バックの部分は左右2つに分けずに1つの塊として捉えます。そして最後、バックより下の部分、このブロックがネイプとなります。
次に正面顔でブロック分けを確認していきたいと思います。まずフロントの部分。こんな感じで三角形になっています。次にサイドの部分。センターラインで左右2つのブロックに分かれています。正面から見た場合、サイドより後ろの部分、バックとネイプのブロックは見えなくなります。ということで、髪を描く前に、まずは基本として髪の毛はこのようにブロック分けできるということを覚えておいてください。ここで髪を描くときによくある間違いについて説明したいと思います。皆さんはどこが間違っているのか探してみてください。これが実はとてもよくある間違いなんですけど、こうしてみると分かりやすくなったんじゃないでしょうか。一見これでも良さそうに見えるのですが、前髪のこの部分に注目してみてください。それでは答え合わせをしていきましょう。髪のブロックを重ねて表示してみると分かると思いますが、この部分が髪の生え際を超えてしまっているんですよね。そのため額が広く見えてしまい、髪のボリュームが少ない印象になって違和感のあるイラストになってしまうんですよね。これは生え際が意識できていないことが原因となる失敗になりますが、初心者の方のイラストを見ているとこのような失敗をしている方が結構いらっしゃるんですよね。それでは生え際を意識したイラストに修正していってみたいと思います。比較のために額が広くなってしまっている部分の髪の毛だけを修正していきたいと思います。最初に書いたものを表示してみるとこんな感じですね。額がかなり広くなってしまっていたというのがね、分かっていただけるかと思います。ということで髪を描くとき、特に前髪の部分は額の生え際がどこにあるのかということを意識して前髪を描くのがポイントとなってくるかと思います。次に髪の毛の流れについて説明していきたいと思います。髪のブロックごとに毛の流れる方向というものがありますので、ここではブロックごとに毛の流れの方向がどのように違うのか見ていきたいと思います。まず前髪のフロントの部分ですね。前髪のつむじと呼ばれるこの三角形の頂点の部分、前髪はここを起点にこんな感じで放射状に伸びていると考えると非常に描きやすくなると思います。髪の毛を描くときは肌にぺったりくっついているのではなく、中に空気が入っているような感覚で生え際から一度上に立ち上がってから進行方向に向かって伸ばしてあげると立体感が出る髪の毛が描けると思います。次にサイドのブロック。こちらは顔の側面に合わせてこんな感じの流れになっています。こちらも髪の立ち上がりを忘れずに意識してください。次にバックの部分ですね。先ほどサイドは顔の横の部分に沿って生えていましたが、バックの部分は頭をぐるっと回り込むように生えているんですね。そして最後、ネープの部分ですね。髪が短ければ内巻きになったり、髪が長ければ首筋に沿ってちょうど S 字のラインを描くような形になってくるかと思います。今度は髪の流れを斜め上から見たアングルで確認してみましょう。まずは髪の毛の生え際とブロック分けを描いていきます。髪の生え際は頭頂部と眉間のちょうど間ぐらい、これが基準の位置となってきます。そして側頭線のあたりで一度角を作り、もみあげへとつながっていきます。ここに髪の毛のブロックを描いていきます。まずはフロントのブロック。フロントのブロックは三角形を作るような形で前髪が入るエリアとなります。次にサイドのブロック。サイドのブロックは左右2つに分かれていて、耳の上の部分とつながるような形でブロック分けします。そしてその後ろの部分、バックのブロックとなります。バックは後頭部の髪のシルエットを作るブロックになります。そしてその下がネイプのブロック、いわゆる襟足のエリアとなります。ここに先ほどと同じように髪の流れを書き込んでいってみましょう。まずはフロントの部分、こんな感じで三角形の頂点を起点として放射状に前髪が生えているイメージですね。次にサイドの部分、顔の側面に沿ってこんな感じの流れで平行に降りていってるイメージです。そしてバックの部分ですが、サイドとバックの境目の部分を中心に放射状に髪の毛が流れているといった感じですね。
サイドの部分は平行に髪が流れていたのに対し、バックは頭のラインに沿って放射状に髪の流れを作っているイメージです。そしてネイプの部分ですね。ネイプは下に向かって流れがありますが、こちらも頭をぐるっと回り込んでいるイメージです。先ほど分かりにくかったバックの部分の髪の流れは、斜め上から見るとこのように放射状に流れているということが分かっていただけたかと思います。それではこれを踏まえて先ほど描いたこの髪型に髪の流れを書き込んでいってみましょう。まずはフロントの部分、三角形の頂点の部分を起点としてこんな感じで立ち上がりを意識しながら前髪が放射状に伸びているといったイメージで流れを描いていきます。続いてサイドのブロック。サイドのブロックは顔の側面に平行に流れているといったイメージです。こちらも髪の立ち上がりを忘れないように意識して描いてください。実際の人間は生え際の立ち上がりがこんなにないかもしれないんですけど、アニメキャラクターの場合はこれぐらいボリュームがあった方が自然に見えると思います。次にバックの部分ですね。こちらも立ち上がりを意識して頭の回り込みに合わせて毛の流れを描いていきます。この髪型の場合、ネープの部分は見えない感じですね。そしてサイドのブロックの耳にかけている髪の毛の流れも描いておきましょう。髪の毛を耳にかけているので、こんな感じの毛の流れになってくるかと思います。ということで、各ブロックの毛の流れを描いてみましたが、これだと分かりにくいので、色分けするとこんな感じになります。もちろん髪型によって毛の流れは変わってくるのですが、一般的な女性の髪型の場合、こんな感じの毛の流れになっています。それではここでよくある毛の流れの間違いについて説明していきたいと思います。まずは間違った毛の流れの描き方で描いてみますので、動画を見ながら間違っている部分を探してみてください。はい、ということで、こちらの髪型、どこがおかしいか分かりましたでしょうか？この髪型、毛の流れを見てみると、すべての毛の流れが頭の頂点の部分からこんな感じで放射状になって流れてしまっているんですよね。前髪のブロックやサイドの毛の流れが合っていないということがわかるかと思います。それでは正しい毛の流れに修正していってみましょう。今回はわかりやすいようにブロックごとに色を変えて描いていきたいと思います。フロントのブロックは前髪の三角形の頂点の部分を意識したこのくらいのエリアになります。サイドのブロックの髪の毛の流れは顔の側面と平行になるように描いていきます。耳にかかっている部分はまた別の毛の流れになってきます。バックのブロックは頭の回り込みに合わせて放射状に下に流れていく感じですね。このぐらいのミディアムヘアの場合は毛先の部分は内巻きにしてもいいですし、アニメ系のキャラクターであれば外羽にしてもありだと思います。そしてこの場合ネープの部分は隠れて見えなくなってしまいます。ネープの部分はある程度の長さの髪の毛になってくると髪の裏側に見える部分になってくるんですよね。ショートヘアや髪を上に束ねたポニーテール、お団子ヘアなどうなじの部分が見える髪型の時はネープの部分の毛が表になって見えてきます。ということでこちらもブロックごとに色分けしてみるとこんな感じですね。最初に描いたものはブロック分けと髪の流れが意識できていませんでしたが、それを意識して描くとこんな感じになるんですよね。このように髪型には頭のエリアによって分かれているブロックと髪の毛の流れというものがありますので、髪を描くときにはぜひこの部分を意識して描いてほしいと思います。